There's growing concern about using childlike actresses in Japanese porn. The genre lolicon, which is made for audience who have obsession with those girls, has been so popular in Japan but quite criticized nowadays. As you may already know, Japan's recently updated, which has remained unchanged since it was set in 1907. But some people still remain concerned, especially many parents claiming that, isn't it still too young and risky to use a girl who looks underage? The concern would be totally understandable if you are any parent, but to make things fair, let's give the actress a chance to clarify about that and express what she has to say. Hope you enjoy. ちょっと若すぎるんちゃうかみたいな。確かに内容ね、結構若いやつもありますね。すごいだから心配な人多くて、あ、そうこんななんだ。若い子大丈夫なのかみたいな。自分では本当に分かんなくて、その身長がちっちゃいので、そう見られがちなんですけど、あんま自分では気づいていないですね。そんな動画っていうか。あ、3センチ、そう、143センチで、やっぱロリーの役が多い。小学生、中学生が一番多いかな、私の出てる作品は。でも、よく言われますね、子供っぽいって。結構言われるかもしれない。なんかありのままって感じ、割と。を誇張してるみたいな。実際そういうの演じてて楽しい？あ、楽しいです。なんか、可愛い服とか、可愛い格好するのが好きなので、コスプレとかは結構好きです。すく水とか着てみたいな。昔を思い出すような。そうそうそう、あ、これ着たなみたいな。なんか可愛い髪飾りとかするんですよ。なんかちっちゃい頃ハートとかがいっぱいついてるやつとか。あれつけたりすると、あー懐かしいみたいな。ありました。すごいハマってたし。で、デビューしたのが18歳。あ、そうです。18歳高校卒業したっての。早い。もうそれはもうなんかためらいとか。いや、やりたかったんで、本当やっと18になれたって感じで。ずっと高校生くらいから AV は見てたので。そういうことが、そういうエッチなことが好きで、なんか AV やってさらにみたいなとこはあります。めっちゃ好きです。うん。転職。どういうところが好きなんですか、セックス？まあ普通に気持ちいいのもそうだし、相手と向き合えるとこもそうだし、まあ多分飽きだと思うんですよね。なんか彼氏と昔付き合ってた時に、やっぱそのだんだんしなくなるんですよ。で、私も嫌になってきちゃうっていうか、なんか服とかね、変えてみたらいいんじゃないかなって思うんですけど、そんな簡単じゃないですかね。そう、マンネリ化。なんか AV 業界っていろんなジャンルがあるじゃないですか。いろんなことできるんで、絶対普段じゃできないことです。そこが楽しいですね。やっちゃいけないこととかありますかね。特にロリ系はちょっと絶対ハンドになっちゃう。あ、そうですね。大体そうですね。それこそ AV でしか見れないその映像なわけだから、それがまたいいんじゃないですかね。その体位指定とかがね、その流れとかがあると頑張って覚えなきゃみたいなるけど、まあ、セックス自体はとても楽しくやっております。結構なんかやっぱりカメラの数とかね、マイクさんとかすごいらしいじゃないですか。そうですね。その中で演技するって。でも本当没頭できるというか、まあ最初は緊張したんですけど、今はそんなに気にならないかなって。なんか終わった後、あ、そういえばこんないるんだみたいな。みんな面白い人もいっぱいいるし、すごい動いてくれてるんで尊敬します。実際のセックスは早かったんですかね？いや、私本当に普通で、高校1年生かな。まあ普通くらいかな。わかんない。ちょっと早いくらいですかね。まあその学校的には多分だね。でも本当そうです。タブー感はありましたけど、みんな多分隠れてやってました。なんかその時は最初すごい痛かったから、セックスってこんなもんなんだって思ってたんですけど、徐々にって感じ。
うんなんか最初痛いって言いますよね。最初はやっぱすごい痛くて入んないみたいな。結構女性の体って繊細なので、そこは気を使ってね、爪を切るとか大事かなって思います。団員さんとかすごい気にして。あ、そうですね。結構みんな壊れ物のように扱っていただいてます。ほんと優しい、めっちゃ紳士的な人で、やりにくい人はそんな会ったことない。ものによってはなんかちょっと痛い思いしてるというか。いやもう全然なんかそんな感じじゃなくて、最後にやっぱ「大丈夫だった？」みたいな「痛くなかった？」みたいな聞いてくれるんでなんか悲しんでるファンもいますね。なんかやられてるやつとかだと。今までなんか嫌な思いしたとかそういうのはない？いや、ないですね。本当に一切全然ないです。平和です。よかった。結構ね、おじさんみたいな30代、結構心配する人多いと思うんですよ。ああ、すごい幼い子がね、うん、やってるそういう人大丈夫もう全然もうなんならもっとやってくらいに思ってます。私結構激しいの好きですね。あ、本当ですか？いきなり激しいっていうよりかなんかだんだんみたいな。めっちゃ意外。自分から行くのはちょっと苦手な感じ。なんか自分から行くよりも相手に任せた方が私は好きですね。どっちかっていうと恥ずかしいんで、やっぱ女の子なので結構童貞の人も僕知り合い多いんですけど、へえ。やっぱり緊張してる人多いみたいで。そうですね。この間初めて童貞の方と AV で絡ませていただいたんですけど、声ブルブル震えて子犬みたいになってて、確かに緊張するよなって思いました。でもなんか可愛くていいですか？新鮮な感覚で楽しみました。どういうなんかアドバイスですかね？なんか童貞さんとかはやっぱしたいこととか自分で伝えることが大事なのかなって思います。なんかこうされたいなみたいなの。なんか最近 AV 女優の友達と話したんですよ。どう誘われたら嬉しいみたいな。やっぱほんと人によるんですよ。なんかセックスしたいって言われるのが好きな人と、逆に流れで行きたいみたいな。だからその子をよく知ってとかなんですかね。わかんないけど自分だったらその自分の彼氏にはどういう感じ？なんか流れで行きたいです。なんか一緒になんかいるときにいつの間にかやってるみたいな雰囲気作りが私は好きですね。プライベートでなんか、恋愛したいとかセックスしたいみたいなのは？いや、セックスもしたいし恋愛もしたいんですけど、なかなか相手が見つからない難しいですよね。AV 始めてから多分一回もしてないかな。女優さんの話を聞くとやっぱプライベートいいよねみたいなの聞きますよ結婚して子供持ちたい？絶対に持ちたいですね。絶対にですか？ほんまですか？子供はどうですかね？その AV 業界に行きたいって言ったら。もう全然いいです。いいよって言います。大丈夫ですか？10代から大丈夫？全然自分がいいならいいよって感じ。なんか今ももはや妹がいるんですけど、妹もやりたいとか言ってた時もあったんで、やんないよみたいなやりたい時にやった方が絶対楽しいと思います。実際も自分も早いうちから入ったわけですけど、よかったなと思います。そうですね。あんまりね10代ってなかなかねいないので、逆に良かったなって思いますどんな女優になってみたいですか？続けたいですね。できるだけ自分の体が持つまではしたいなって思ってますね。やっぱ歴が長ければ長いほど上手くなるんじゃないかなって思いますでもやっぱ有名になりたいなって思いますね。常にこう人気がすごいですから。いや全然もっともっと日本のロリ女優、みんな知ってるような女優さんになれたらいいなありがとうございました。